こんにちは、ペンタロウです。今回はオートマの MT-07 をレビューします。まず率直な感想は、正直これが一番いいかもしれない。オートクラッチつながりでは先日ホンダの E クラッチをレビューしましたが、ゴールドウィングなどの DCT と合わせて具体的な比較についても後半でまとめます。クイックシフターより格上。まずは YAMT の性能からいきましょう。YAMT はクラッチ操作を自動でやってくれて、オートマにもなりマニュアル操作もできる仕組みです。最近一般的なクイックシフターと比べると YAMT の方がいわゆる上位互換性能で、マニュアル操作の時にもクイックシフターを扱うのと同じように動きます。クイックシフターは当然普通のマニュアルなので停止時にクラッチを切りますが、 YAMT は常に左手が自由です。さらに止まると勝手に1速になってくれるので、3速くらいのいい感じのエンブレで停止して放置でも OK で、止まった後はそのまま走り出せます。シフトチェンジはクイックシフターと同じようにアクセル操作不要で自在にチェンジできて、減速から停止がクイックシフターより手間が少なく快適な走りができます。このような仕様なので、全体的にクイックシフターが超高性能になったようなイメージと思って良いでしょう。走行面はとても良いですが、操作面について惜しいところもあるので、その辺は後ほどまとめてお話しします。シフトショック。一般的なクイックシフターは特に2速アップ時など回転数変化が大きい時にシフトショックがありますが、 YAMT のシフトチェンジではクイックシフターよりショックが少ないというかほぼありません。何速へのアップでもダウンでもシフトチェンジ自体のショックは感じないので、とてもスムーズに走れますね。ショックはほとんどないものの、シフトチェンジの音はだいぶ大きいです。なんというかバカでかいです。ガシャコン音が、要は普通のマニュアル車と構造が同じなので、マニュアルのシフトチェンジ同様の音のはずですが、挙動がスマートなので音が大きく感じるのだと思います。もちろんシフトダウン時にエンジンブレーキが増えるのは他のオートマ車などとも同じですが、電スロのクイックシフターと同じくエンジン回転はしっかり合わせてくれるので、タイヤも常に安定して設置します。変速時のエンブレなど挙動変化はマニュアルの MT-07 の通りマスターオブトルクマシンなので、もともとトルク変化がダイナミックということもあり、アグレッシブな体感は変わりありません。オートモードは当然シフト操作不要ですが、随時介入もできます。始動時は常にオートの D になっていて、 D のまま走るか D プラスにするか、または MT にするかの3択です。 D は早めのシフトアップで回転数がそれほど上がりません。ギアが高めなのでエンブレも少なめで快適に走れて、マスターオブトルク感を抑えた紳士的な MT-07 というイメージになっています。 D プラスは低めギアが使われてエンジン回転が比較的高めになります。自分で介入して早めにシフトアップしても勝手にシフトダウンしてくれるバリバリ仕様で、市街地はちょっと走りづらいかもしれません。個人的には中間くらいがちょうどいいと思いますが、オートマのシフトタイミング設定もカスタマイズできると、より自分の手足感がありそうで、そんな機能があるととてもありがたいです。ボタン操作。マニュアル操作時は左手のボタンで変速をします。人差し指側でシフトアップ、親指側でシフトダウンなので、ボタンの場所さえ慣れれば操作は簡単です。オートならシフトボタン操作は意図的な介入時以外使えませんが、マニュアルは常にボタンで変速することになりつつも、減速や停止はいじらなくても平気なので、加速時以外あまり触らなくても結構いけます。ホンダの DCT もシフトボタンの位置は同じようなところで、 YAMT も DCT もウインカーやホーンボタンと近いので、慣れるまで押し間違えるかもしれません。ペンタロウはよくウインカーを消そうとしてシフトダウンしています。ボタン操作自体は簡単で、ちょっとすると慣れてくるのでスムーズにいけるでしょう。 DCT との違い。ホンダの DCT は挙動や操作系が似ているので違いをまとめてみます。まず DCT は構造上クラッチが2つあって、奇数偶数段が随時切り替わるので変速ショックはあまりありません。アフリカツインの DCT は多少ショックを感じなくもありませんが、世代が進むにつれて性能が良くなっているのであまり気にならない水準と思います。ゴールドウィングは変速ショックゼロと言っていいくらいシフトチェンジしていることを注意しないと感じません。まさに快適そのもので、これ以上の高級ツアーラーはまず他に出てこないでしょう。 YAMT の変速は DCT とは違って構造がシンプルで、普通のマニュアル操作を機械がやってくれています。クラッチが一つで普通にギアチェンジしているので、理屈の上では DCT より変速ショックがあるはずですが、不思議とフィーリングはそんなに違いません。ショックを感じないようにかなり高精度にコンピューター制御しているのか、とてもスムーズに変速してくれます。ただ先ほどお話しした通り YAMT は変速の音がだいぶ大きいので、スムーズさに対して最初ちょっと違和感があります。DCT はショックが小さく変速音も小さいので自然ですが、 YAMT は変速時に普通にギアがスイッチするので、マニュアル同様のガシャコンと作動音がします。
体感のショックが小さいので音が大きく感じられるというところでしょう。音だけ大きいのはちょっとネガティブなものの、YAMT は構造がシンプルな分 DCT より軽量です。そのおかげでスノ MT-07 と重量増が最小限の 4kg アップ程度で済んでいますが、 DCT のホンダ NC750X はマニュアルモデルより 10kg 重くなっています。YAMT の方が軽快感を損なわないので、こちらの方がアクティブに走れる感覚もありますが、軽量感と音などの高級感のどちらを選ぶかは好みです。DCT はクラッチが2つある分、オイルメンテナンスの手間とコストが余計にかかるのがちょっとしたデメリットで、 YAMT は構造は MT のままなのでその辺は普通です。個人的には DCT ほど複雑化せずにここまでできるなら、シングルクラッチの YAMT 方式で良いかなと思いますが、ゴールドウィングのような車種は DCT の高級感が嬉しいので適材適所ですね。E クラッチとの違い。E クラッチの方は YAMT と構造的に似ているので、 YAMT マニュアルモードなら操作系以外挙動が近いです。E クラッチはギア選択が常に完全にマニュアル操作なので、1速から6速まで常に自分で制御します。5、6速のまま停止するとギアが下がりにくくなるのも普通のマニュアル車と同じで、その場合は半クラなどいくつかの方法でチクチク下げていくなど、単純にクラッチ操作だけを機械がやってくれるという動きになっています。2、3速のまま止まると止まってから1速に下げることになるので、止まる前に1速まで順次下げるかどうするか、この辺は好みですが、1速のエンブレは強いのでタイミングには慣れが必要です。それに対して YAMT は減速していくと1速に勝手に下げてくれるので、減速から停止の流れでシフトダウンしなくて大丈夫で、これは E クラッチに対する優位性になっています。正直 E クラッチは下まで落とすのが面倒になってくるので、 YAMT の方がありがたく感じますね。 E クラッチはいざとなるとクラッチ操作ができるので、極低速で半クラ走行したい時などは慣れた感覚でいけるのが良いところです。YAMT はクラッチレバーがなく、低速走行はアクセルとリアブレーキなどでうまくやりくりするので、やや慣れが伴います。マニュアルシフトチェンジの方法は E クラッチは左足の上下なので普通のマニュアル車と全く同じです。 YAMT は左手のボタンでの操作なので DCT などに慣れているとすぐに順応できますが、そうでないと人によって慣れるまで多少時間がかかるかもしれません。このように E クラッチと YAMT はメカの構造は方向性が近いものの操作系がだいぶ違います。メカは違えど操作系が近い DCT とは逆ですね。ここはだいぶ好みが分かれるでしょう。一般的な走行感のみなら E クラッチより YAMT の方が一回り便利になっていてオートにもできるので有能です。個人的にお気楽操作目的でどちらを選ぶかとなると、今の仕上がりなら YAMT の方が好きです。YAMT に乗ると E クラの便利感のやや中途半端さを感じてきますが、レンスロ E クラが停止時に1速まで下げてくれるようになれば E クラを選ぶと思います。おそらく近い将来そうなるでしょう。MT-07 自体の良さ。MT-07 と YAMT の相性が良いのも YAMT に好印象を持つ部分かもしれませんが、現行 MT-07 はとても良いバランスに仕上がっています。ペンタローは以前ファミリーの XSR700 に乗っていて、今は手元にありませんが、XSR700 と MT-07 は寸法その他違って乗り味に差はあるもののかなり近い存在です。電子制御をあまり搭載していない世代の XSR700 と比べると、現行のデンスロ MT-07 はだいぶ走りやすいです。さらに YAMT はより走ることに集中できるので楽しいですね。YAMT との組み合わせがより良いバイクに感じます。電子制御を追求していくとこういった自動化が自然だと思うので、電子制御が好きな人は相性が良いと思います。逆にメカを自分で操作したい人は旧世代の MT-07 や XSR700 の方が手に馴染むかもしれません。現行 MT-07 と YAMT は相性が良く、軽量ビッグスクーターのような付き合い方もできます。オートにしておくと気分はバカっ早いスクーターになるので、キャリアをつけて積載力を確保したりすると利便性全振りバイクに変身します。ケツ板注意報。 MT-07 は姿勢が直立に近いのでどうしてもケツ板にはなりやすい方です。ケツ板注意報というより警報くらいか、人によって体感は違うと思いますが、ケツ板になりやすい人は対策が必要だと思います。 XSR700 の快適シートのようにはいかず、普通に市街地を 1、2時間くらい走っていたらケツ板になりそうだなこれはという感じがしてきます。
強靭なケツの持ち主以外はできるだけ後ろ目に座ったりゲルザブを敷いたりシート加工をしたりなど何らか必要な匂いを感じます。値段、車両価格は MT-07 スタンダードが96万8000円のところ YAMT は105万6000円です。マニュアルモデルより8万8000円高くなっています。ホンダ CBR400RE クラッチが108万9000円ですが、快楽を追求していくなら MT-07YAMT の方がお得だと思います。MT-07 はオイル量は通常交換 2.3 リットルと少なめ、バッテリーは実売1万円くらいと高くなく、純正装着タイヤが前後5万円弱からと、サイズにしてはお手頃といろいろ優しい設定なのが嬉しいです。またホンダの E クラッチのように E クラモデルだけではないのがありがたいですね。ホンダは DCT モデルも DCT だけになりつつあるので、マニュアルモデルがどんどん消え去っていきそうですが、ヤマハは今後どうするんでしょうか。機能を足してその分金額を上げて利益も増えるというのはメーカーの商売ではよくある話ですが、マニュアルモデルも選択肢として残していってもらえるとユーザーとしてはありがたいと思います。 DCT は構造がかなり違うのでマニュアル車との併売のロスが大きいと思いますが、 E クラッチや YAMT は言ってみれば既存構造に機能のポン付けで併売の労力も極端に大きくはないと思われるので併売していってほしいところですね。 MT-07YAMT の惜しいところを端的に言うと、シフトペダルをください。左手がとても忙しいです。 YAMT はシフト操作とウインカーとホーンとディスプレイ操作とみんな左手でやるので、左手の仕事が多くて器用にこなす必要があります。その分クラッチ操作がなくなっているとはいえ、親指操作が忙しいので負荷を分散したいですね。四輪の外車マニュアル車はシフト操作とウインカーとオーディオ空調操作などみんな左手でやらされて辛いので、外車のマニュアルもちょっと嫌ですが、それを思い出します。 YAMT は足でシフトチェンジできたら適宜分散できて便利なので、ボタン操作でも足でもできれば理想的な操作系になりそうです。あとは前半で話した通り変速音が大きく感じます。 DCT などに慣れていると音のでかさにちょっとビビりますが、ただこれは慣れでしょう。オートのモードが D と D プラスからの選択ですが、 D は割と普通の市街地走行、 D プラスは低めのギアが選択されるのでガンガン加速したい時などに選ぶと良いです。どちらにしても介入したくなることも多く、 D で必要に応じてダウンするなどの介入をするか D プラスでアップ介入するか、どちらもちょっと微妙です。では全てマニュアル操作にするかとなると、今度は左手が忙しいジレンマになるという、自分の乗り方のちょうどいいポイントに合う人でないと乗り方をマシン特性に補正していく必要があるので、慣れるまで時間がかかるかもしれませんとは思いますが、結局みんな慣れなので多分慣れれば体に馴染んでくるでしょう。まとめではまとめていきましょう。 MT-07YAMT に向いている人はオートマがいい。でも求めているのはスクーターではない。静けさより軽さの方がいい。加速力のあるバイクを求めている。お金をしっかり管理している。ケツが硬い。指の技量に自信がある。 YAMT はオートマとしてはホンダの DCT の方が有能な部分もあり、 E クラッチの方が自由度が高い面もありといったところで、 YAMT はその中間のような位置づけです。多分自動制御はこれくらいがちょうどいいバランスなのだろうなと感じさせてくれる仕上がりです。個人的には重たい DCT より車体も心も軽い YAMT の方が日常の相棒になれそうで、 E クラッチの一足まで落とすの面倒だなと思う気持ちも解放してくれるので、ペダル変速もできたら YAMT 一押しかなと思います。また MT-07 くらいのミドルバイクについても取り上げていくので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話90円のメンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。